2026年5月22日、アメリカ政府は新たな未確認異常現象 UAP 関連資料を機密解除した。その中の1件は、2025年後半に米シニア情報将校がヘリコプターから体験した1時間以上にわたるオレンジ色の光球との近接遭遇記録だ。戦闘機の直上にも同じ光球が出現し、戦闘機の速度と飛行経路に合わせて編隊で同期した。この記録は、国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシュが、国家情報長官室 ODNI の文書 ODNIUAPD001 として公開した。本動画で扱うのは、アメリカ国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシュが、2026年5月22日に機密解除した国家情報長官室 ODNI の未確認異常現象 UAP 匿名証言記録だ。パーシュはアメリカ大統領が主導する未確認異常現象遭遇開示プロジェクトの英語略称で、アメリカ政府が解決不能と評価した未解決事案のみを継続的に公開する。今回のリリース第2弾には、文書6件と国防総省の映像57本が含まれている。本動画ではそのうち ODNIUAPD001 と番号付けされたシニア情報将校による匿名の証言記録、ユスパー証言を扱う。ユスパーは米国人物の意味で、米情報コミュニティに所属するシニア職員による匿名証言を表す。事件が発生したのは2025年後半のまだ明るい夕方早めの時間帯だ。場所は米軍の試験用射撃場で、詳細な地名は秘匿されている。報告者は1名で、同行者はヘリのパイロット2名と同僚1名、加えて地上の捜索チームと戦闘機のパイロットだ。観測手段は肉眼に加えて、暗視装置 NVG、赤外線カメラフリア、そしてレーダーが用いられた。本動画ではこの公式証言を4つの場面に分けて紹介する。ケース1はミッション開始と洞窟の発見。ケース2は第1の近接遭遇と、物体がヘリの3メートル以内まで接近した場面。ケース3は地上から200メートルでホバリング中に観測された T 字編隊。ケース4は戦闘機への追従と三角形編隊だ。国家情報長官室 ODNI は、2004年の情報改革及びテロ防止法に基づいて、2005年に設立されたアメリカ情報コミュニティを統括する組織だ。本件の報告者は ODNI 自身ではなく、米情報コミュニティに所属するシニア職員であり、報告書ではユスパー USIC と匿名表記されている。観測には4種類の機材が併用された。1つ目は肉眼。2つ目は夜間の微弱光を増幅する暗視装置 NVG。3つ目は熱源を可視化する赤外線カメラフリア。4つ目は地上チームのレーダーだ。事件現場は米軍の試験用射撃場で、武器試験のための山岳地帯と関連施設を含んでいる。本動画で扱う2025年後半の事案では、報告者の乗るヘリコプター同行した戦闘機、そして地上チームのレーダー観測が連動して記録された。報告書は2026年5月22日に、国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシュの公式アーカイブ、war.gov/UFO で公開されている。ケース1、ミッション開始と洞窟の発見。2025年後半、まだ明るい夕方早めの時間帯。報告者であるシニア情報将校は、同僚1名とヘリパイロット2名と共に、統合作戦センター、通称 JOC からヘリコプターで出発した。ミッションの内容は、山岳地帯で発生した大きな轟音の原因調査だ。この轟音は、過去数日間に試験車上の上空で報告されていた UAP 目撃の時刻と一致していた。オーブ状の物体の正体を説明できる残骸や落下物を、遠隔の山岳地帯で捜索することが目的だった。ヘリは数時間にわたり、山岳地帯を地形に沿った低空飛行で進んだ。複数回、地上に残骸を発見しては降下して目視確認したが、いずれも長年の武器試験で墜落したロケットや投射物の残骸と判明した。オーブ活動が報告されていた地域の近くで、報告者らは奥行きが目視で確認できないほど深い大きな洞窟の入り口を発見した。入り口周辺の地形は安全な着陸場所がなかったため、報告者はパイロットに上空旋回での観察を数回指示し、位置を記録した上で次の捜索地点に進んだ。ケースに第1の近接遭遇と物体がヘリの3メートル以内まで接近した場面。燃料が低下したため、ヘリは事前に決められた合流地点で地上チームと合流し、同僚を下車させた。
報告者と2名のパイロットは試験車場内の事前配置済みタンカーで給油を行った。基地に戻る予定だったが、JOC から地上チームが発見した残骸の捜索要請が新たに入った。日没後となり、パイロットは赤外線カメラフリアと暗視装置 NVG に切り替えた。報告者は引き続き肉眼での観察を続けた。山岳での捜索は成果なく、パイロットはミッション終了のため JOC へ戻ろうとした。その時 JOC から報告者にメッセージが入った。レーダーが現在位置から数キロメートル先に複数の反応を検知したという。前夜に UAP が観測された同じ領域だ。報告者はパイロットに伝え迎撃進路に変更した。ここから1時間以上にわたる近接遭遇のシリーズが始まった。向かう途中地上チームが赤外線カメラで UAP を発見し、非常に高温で低空を東から南へ高速移動していると報告した。物体はその後2つに分裂し、方向を変えた。報告者らが現場に到着し、暗視装置と赤外線カメラと肉眼で領域をスキャンしていたところ、地上チームから突然無線報告が入った。物体が地面から上昇し、ヘリコプターの3メートル以内まで接近し、ヘリの真下を抜けて急加速で消失したという。パイロットは暗視装置でこの様子を観察し、物体が小さな物体を分離させて2つに分かれたのを目撃した。報告者らは短時間追跡したが、速度に追いつけず断念した。その時、JOC から戦闘機数機が同じ空域で訓練ミッションのため発進したとの連絡が入り、UAP の識別支援が要請された。ケース3、地上から200メートルでのホバリングと T 字編隊。数分後、JOC は近隣のレーダー検知に向けて報告者らを誘導した。報告者らは地上からおよそ200メートルでホバリング位置を取った。遠方には山岳を背景に、数えきれないほどのオレンジ色の光球が、あらゆる方向で群れになって飛んでいるのが見えた。この光景は数分間続いた後、徐々に消えた。JOC は新しいレーダー反応に基づいて、報告者らを元の位置に再び誘導した。報告者はパイロットに座標を伝え、再度地上から200メートルでホバリングした。パイロットは暗視装置で、報告者は肉眼で観察した。2つの大きな光球が、ヘリコプターのすぐ近く、ローターの直上右側に並んで点灯した。形状は楕円で、色はオレンジ。中央は白または黄色。あらゆる方向に発光していた。数秒後、3つ目の光球がペアの下方に点灯し、続いて4つ目もその下方に点灯した。元の2つの下に、合計4個から5個の光球が T 字の編隊を形成した。その後光球は逆の順番で光を弱め、静止したまま視界から消えた。一連の出来事の長さは10秒から15秒だった。報告者は写真撮影をしなかった。物体の正体と脅威かどうかの判断に集中していたためだ。ケース4、戦闘機への追従と三角形編隊。この遭遇の後、パイロットは物体が近すぎることから一時着陸を検討したが、地上から200メートルでのホバリング継続を選択した。遠方に戦闘機が高度およそ7000メートルで侵入してきた。点滅する航行灯で戦闘機だと識別できた。報告者らが遠方から観察していたところ、同じ種類の光球が戦闘機の真上に出現した。光球は水平編隊で一つずつ順番に点灯し、戦闘機の速度と飛行経路に同期した。10秒から15秒後、光球は順次光を弱め消失した。これは戦闘機が空域を通過し、最終的に着陸するまで複数回繰り返された。報告者はパイロットにこう発言した。報告者らが遭遇したのと同じ光球が、今は戦闘機を追いかけているように見えると。さらに報告者らの周囲でも、数分間にわたってオレンジ色の光球が点灯と消失を繰り返した。最終的には明確な三角形の編隊を形成した後消えた。燃料が低下したため、パイロットは JOC に戻ることを決定した。着陸後、報告者はパイロットと短い会話を交わした。主に感謝を伝えるためだった。これらの観察の後、報告者らは事実上言葉を失った状態だった。報告者はその後 JOC で簡単なデブリーフィングを行い帰宅した。本動画で紹介した4つの場面は、いずれも ODNIUAPD001 に含まれる一人の証言者による単一の記録だ。事件の発生時期は2025年後半の夕方早めから日没後にかけてのおよそ1時間以上にわたる。発生場所は米軍の試験用射撃場で、詳細な地名は秘匿されている。報告者はシニア名情報コミュニティ職員、ユスパー USIC だ。観測には肉眼、暗視装置 NVG、赤外線カメラフリア、そしてレーダーの4種類が併用された。観測された物体の形状はオレンジ色の光球で、
楕円形中央は白または黄色。あらゆる方向に発光した。観測された変態は、2つの並列、T 字変態、水平変態、三角形変態の4種類が記録された。同行した戦闘機の動きに光球が同期した記録もある。物体は地面から上昇し、ヘリの3メートル以内に接近し、急加速で消失した。報告者は写真撮影を行わず、脅威かどうかの判断に集中した。本動画では事案を独立した4つの場面に分けて紹介したが、各場面の物体が同一の物体群か別個の物体群かの判断について、パーシューは結論を出していない。本動画で紹介した記録はすべて、アメリカ国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシューが公式に保管し、パーシューの公式アーカイブ、war.gov/UFO で全文を公開している。パーシューは数週間ごとに新しい文書をまとめて継続的に公開する計画で、アメリカ政府が解決不能と評価した未解決の事案のみを対象としている。今回、2026年5月22日のリリース第2弾には、この証言記録に加えて、CIA エネルギー省 DOE、そして国防総省 DOW、サンディア関連の文書、及び国防総省の映像57本が含まれている。本動画ではそのうち、ODNI による証言1件を扱った。本件についてパーシューは識別の結論を出していない。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。